こんにちは皆さん。ようこそカカティングウォッショーへ。今日は非常に議論の的となっている話題についてお話しします。あなたはこんな経験をしたことがありますか？あなたが心を込めて準備した特別な日、例えば誕生日や卒業式など、結果的に他人に全て注目を奪われてしまった経験です。その瞬間、心の中はどのような気持ちだったでしょうか？今日お話しするこの物語は、まさに主人公の輝きが無情にも奪われてしまったケースです。28歳の女性が自身の誕生日パーティーで、姉が突然婚約を発表し、彼女は一瞬で主役から背景に追いやられてしまいました。怒り心頭に発し、席を立ってしまったところ、家族全員から自己中心的で分別がないと非難されました。では、彼女は本当に間違っていたのでしょうか？彼女が過剰に反応したのか、それとも姉が本当にひどかったのか？この物語を一緒に読んでコメント欄であなたの答えを教えてください。私たちの主人公、彼女を小しずと呼ぶことにしましょう。先週末は小しずの28歳の誕生日でした。彼女は派手なパーティーは望まず、最も親しい家族、両親、パートナー、そして姉のアンナと温かい夕食を共に過ごすことを望んでいました。ここには重要な背景があります。小しずは姉のアンナを非常に愛していますが、アンナには特徴があります。それは誰かの輝かしい瞬間を常に自分のものにしてしまうことです。小しずの言葉によると、これは我が家ではずっと笑い話でしたが、私はずっと悩まされてきました。皆さん、この詳細にご注意ください。これが物語全体を理解する鍵です。常に目立とうとする姉と長年悩まされてきた妹。この誕生日ディナーは最初から時限爆弾を仕込んでいたのです。夕食は非常に滑らかに進み、温かく楽しい雰囲気でした。小しずはもしかしたら今回は姉が手加減してくれるかもしれないと考えた。しかし彼女はまだあまりにも純真だった。クライマックスが訪れた。ウェイターが燃えるキャンドルを乗せたバースデーケーキを手に笑顔で彼らのテーブル向かってきた時、これは本来小しずにとってその夜最も特別な瞬間であるはずだった。姉のアンナが行動を起こした。彼女はドスンと音を立てて立ち上がり、優雅にグラスを叩き、みんなの注目を集めた。そして彼女は熱烈な乾杯の言葉を始めた。小しずと家族がこれが彼女の誕生日のお祝いだと考えていたその時、突然状況が一変した。アンナの講演は劇的な結末で締めくくられた。彼女は突然左手の薬指に輝くダイヤモンドの指輪を掲げ、大声で宣言した。今朝、彼が私にプロポーズしてくれたの。その瞬間空気は凍りついた。数秒後、驚愕は喜びの叫びと祝福の嵐に変わった。両親は興奮してアンナを抱きしめ、彼女のパートナーもプロポーズの死刑を興奮気味に語った。その時間、食卓の話題はすべてアンナを中心に回った。彼女の結婚式の計画、彼女が一日中秘密にしていたこと、彼女の指輪の美しさ。小しずは無理やり笑みを浮かべたが、彼女は私は崩れ落ちた。私の誕生日は完全に台無しになったと言った。20分間放置された後、小しずはついに耐えられなくなった。彼女は大声で騒ぐことなく、ただパートナーに体調が悪いと静かに伝え、自分で代金を支払い、誕生日パーティーを静かに去った。彼女の携帯電話はすぐに鳴りやまなかった。姉のアナは怒り狂ってメッセージを送り、彼女の不機嫌で意地を張る行為が人生で最も重要な瞬間の一つを台無しにしたと非難した。母親は電話をかけてきて彼女をあまりにも自己中心的だと責め、姉の幸せを喜べないの？あなたのような行動は彼女をどれだけ罪悪感に駆り立て恥ずかしがらせるのかと述べた。
彼女を最も理解すべきパートナーでさえ、彼女がなぜ悲しんでいるかは理解しつつも、直接去った行為は過剰反応で状況をさらに悪化させたと感じていた。さて、物語は終わった。では分析してみよう。腰図。この自分の誕生日パーティーで脇役を強いられた少女の去り方は本当に自己中心的だったのか。もしあなたが腰図ならどうしますか？その場で怒りを爆発させるか、彼女のように黙って去るか、それとも我慢して笑顔を装うか。彼女と家族の関係は今後どうなると思いますか？あなたの考えや選択を勇気を出してコメント欄に書き込んでください。みんなの意見を聞いてみましょう。この動画が気に入った方や心に響いた方はぜひいいねやシェアをお願いします。そして私のチャンネルカカティンゴーシュを登録し、通知をオンにしておけば次回の素晴らしいストーリーを逃すことはありません。次回もお楽しみに。さよなら。